皆さんこんにちは、春山のまちこです。今日は私のお気に入りの記事の中でも特にお気に入りの私の中で殿堂入りした記事たちを紹介していきたいと思います。ぜひ楽しんでいってくださいね。改めましてこんにちは、春山のまちこです。今日は私のお気に入りの記事を紹介していきたいんですが、私は自分の服と3人の子供たちのお洋服を縫い続けてもうかれこれ6年7年ぐらい経つと思うんですが、その間にいろんな生地と触れ合ってきて、今日ご紹介する生地たちはずっと棚にストックしておきたいなっていう、服を縫い続ける限りずっとこの生地で作っていくんだろうなって思える生地たちを厳選して紹介していきたいと思います。春夏秋冬いつに適した生地なのか、どんなアイテム適した生地なのかなんてこともお話ししながら紹介していけたらと思います。それでは始めていきましょう。まずはじめに紹介したいのが何色さんのダブルガーゼンの生地です。多分私が一番使っている生地だと思います。このチャンネルをご覧の方もよく出てくるのでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私ダブルガーゼが大好きなんですけど、ガーゼの生地で洋服にして素敵っていう生地がなかなかないんですよね。赤ちゃんの小物を作るのにガーゼ生地って適しているので、ゾウさんだったりお花さんだったり猫ちゃんだったりっていう小さい子向けの柄がプリントされていることが多いと思うんですが、この何色さんのガーゼ生地を見つけた時は、こんな素敵な生地があったんだっていう感じで感動しました。で、何が一番いいかっていうと、生地全体の模様が不規則になっていて、普通生地って模様が規則的にポン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 って並んでデザインされているのが基本的にそうだと思うんですけど、この何色さんの生地は水彩画家の伊藤直美さんという方が水彩画でデザインした模様を生地にしているんですけれど、この裁断する箇所によって服にした時にいろんな表情が出るんですね。生地の状態で見た時とお洋服にした時に見た時の違いがすごいというか、仕立て映えですよね。まさに仕立て映えする生地だと思います。実際にお洋服にした感じがこういう感じで、これは私のブラウスに仕立てたものなんですけど、裁断する時もとても楽しいんですよね。身ごろはここの柄を持ってきたいなとか、袖はこの部分を持ってきたいなだとか、洋裁する楽しみが増える生地ですよね。それで余った生地で長女のブラウスも作ったんですけど、これは確か横に裁断したんですよね。ひらひらのギャザーの部分は横で裁断したんです。お揃いなんですけど、ちょっと柄の出方が違うからいろんな表情が出ますよね。これはまた色違いの生地で、さっきと同じなんですけど色違い、全然違う風に見えますよね。色が違うだけで楽しい生地なんです。で、これは3人の子供たちでお揃いで縫った服なんですけど、次女は大きな襟のワンピースを縫いました。身ごろと襟で柄の向きが変わったりして楽しいですよね。これが次女ので、
これが長男のシャツです。お揃いの生地なんですが、襟とかポケットを白い生地を使ったりして、ちょっと雰囲気をキリッとさせてみました。これは長女のブラウスです。この形も可愛いので、何色の生地がとっても映えていますよね。技術がなくても生地に助けられている感じです。おしゃれに仕上がりますよね。これも花柄なんですけど、遠くから見たら魔法のキラキラキラっていう感じで素敵ですよね。こちらは余った生地で何色の生地を見頃と想定で生地を変えて作ったルームウェアなんですが、こんな感じで組み合わせても何色同士だからか相性がいいですよね。ガーゼ生地なので着心地もとてもいいです。ルームウェアにぴったりでした。これは娘たちに作った服なんですが、襟の部分と次女にはパンツと襟の部分に何色の生地を使ってます。ポイントで使っても可愛いですね。5人お揃い服を作った時も何色で作りました。色違いで同じ生地なんです。これはよそ行きにも良さそうなセットアップ。何色素敵に仕上がりますよね、よそ行きでも。ちなみにこの何色のガーゼ生地は、私は春夏秋冬、この間も何色でガウンを縫ったんですが、一年中使ってます。2024年から何色さんは全部オーガニックコットンで環境に配慮して生産しているようなので、本当におすすめの生地です。海外の方も購入できるかと思うので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。何色の紹介でした。続いてはこれからの秋冬にぴったりな生地を紹介したいと思います。チェック&ストライプさんのフレンチコーデュロイです。なんといってもチェック&ストライプさんのコーデュロイはとっても色が綺麗です。多分今の時期くらいにフレンチコーデュロイ出ているのかな。夏にはね、売ってないんですよね。チェック&ストライプさんでフレンチコーデュロイが出てくると、秋冬が来るんだなぁと感じる、そんな生地です。このフレンチコーデュロイは普通のコーデュロイと太畝フレンチコーデュロイっていうのがあるんですけど、太畝っていうのはこれよりももうちょっと分厚くってコーデュロイのうねうねの部分が太いんですが、こっちは画像に写ってる方は普通のフレンチコーデュロイの方です。この時はサロペットを作ったんですが、その余り布でベレー帽も作ってみました。ちょっと程よく光沢があるような感じで、色がすごく綺麗ですよね。で、薄くもなく厚くもなくっていう感じなので、こうやってギャザーが寄せやすい生地だと思います。これは次女にブラウスを縫った時の映像なんですが、ヨークの部分は先ほど出てきた何色ですね。それ以外がフレンチコーデュロイで作りました。多分この余った生地で作ったのがこの次女がかぶっているキャップです。秋冬用帽子を作っても可愛いですよね。これは次女と長女が着ているのがフレンチコーデュロイワンピースです。最近小物でこのフレンチコーデュロイで歯切れをパッチワークしたりして小物を作るんですけど、小物を作るのにもすごく綺麗で本当におすすめです。秋冬に手に取りたい生地のご紹介でした。続いて紹介するのが秋冬に活躍しそうなリネンです。アップハウスさんのあやおりヨーロッパリネン起毛という生地ですね。この生地本当に大好きなんです。ほっくりとかこっ
くりとか、そういう言葉がぴったりな着心地で、リネンなんですけど揉み込んだ加工をしているみたいで、柔らかくって暖かいリネンなんです。リネンといったら夏っていうイメージなんですが、これは秋冬リネンです。この生地で初めて作ったのがジャケットだったんですけど、この今持っているジャケットがそうなんですが、残念ながら YouTube を始める前に作ったジャケットなので、制作しているところの様子は動画に残っていないんですが、ちょっと着てみますね。柔らかい感じが動画から伝わるでしょうか。これをね、初めて作った時に柔らかさと着心地の良さにびっくりして、わあ、この生地すごいなぁと思ってすぐにカラーのサンプルを取り寄せました。で、また違う色の買って作ったのがこのレトロなコートです。コクーンシルエットの懐かしい感じのコート。襟も可愛いですよね。息子の入学式に出席するときにフォーマルな感じのコートが欲しくって、春なんですけどまだ寒いのでこのコートを縫いました。柔らかくってこっくりしてて、とっても着心地がいいコートになりました。余った生地で息子のズボンを作ったりもしました。そのズボンはこないだハロウィンで息子がジャック・スパロウになったんですけど、その時に履いていたパンツはこのあやおりヨーロッパリネンです。この生地でね、またジャケット縫いたいんですけど、今私の生地の棚に控えで置いてあるんですけど、いつになったら縫えるのかなという感じです。楽しみですね。次に紹介するのはアップハウスさんのメルトンフリースです。秋冬になって寒くなってくると本当によくこの生地を使っています。私と子供たちも敏感肌っていうこともあって、ウールのチクチクする感じが苦手なので、ウールの代わりに使うっていう感じですかね。なので冬の暖かい洋服を作ろうかなって思うと、このフリース、メルトンフリースかボアを使うんですけど、ボアってもう裁断したらすごいふわふわした歯切れがわーって舞っちゃうんですけど、メルトンフリースは布端の処理が不要なのですごく扱いやすいんですね。で、おまけにあったかいっていうのもあって、これでいっぱい子供たちのアウターも作りました。今これ作っているのは3人の子供たちに裏地付きのアウターを作っているんですけど、こうやって歯切れも継ぎはぎしながら3着縫いました。布端の処理も不要ってさっき言ったんですけど、もちろん裁断してふわふわ布端が舞うこともなくって、本当に初心者さんとか気軽に縫いやすい生地だと思います。で、ふわふわしているので縫い目がうにょうにょしてもふわふわしているので分かりにくいので、とってもおすすめな生地です。これが出来上がったところです。色は組み合わさっても同じメルトンフリース素材なのであんまり変じゃないので、継ぎはぎしてもとっても可愛いかなと思います。次女のね、これ真っ白で継ぎはぎしないで作ったんですけど、長女と息子のは継ぎはぎしたり、身ごろと袖を違う色にしたりしました。
これはね、アメリカ渡米する前に急いで3着作りました。とってもあったかいんですよ。で、このね、次女と息子が着ているのもメルトンフリース。さっき3着作った1個前に作ったアウターなんですけど、これも確かね、3人お揃いで作りました。長女はちっちゃくなっちゃったので、息子が長女のを着て、次女は息子のお下がりで着ているんですよね。肩の後ろヨークはさっきも出てきたフレンチコーデュロイで縫ってます。これは裏地はついていなくって、前開きのボタンで作ったので、カーディガンみたいに着ています。子供たち暑がりなのでね、そんなに寒くなかったら裏地なしのメルトンフリースで大丈夫でした。私もメルトンフリースでこういうコートを縫いました。裏地付きのちょっと長めのコートですね。メルトンフリースは歯切れもとっても使いやすくって、今これ作っているのは子供たちの3人のルームシューズを作っている様子なんですけど、これはルームシューズの芯に使おうとして裁断しているところです。ふわふわしているので芯にもぴったりだし、あったかいっていうのもあって、この時は3色真ん中芯に使うので、色もバラバラなんですけど、見えなくなっちゃうのでこうやって歯切れで使いました。出来上がりはこんな感じです。次女と息子が履いているこの寝巻きのズボンもメルトンフリースで作りました。で、今この私が着ているベストもメルトンフリースで作ったものなんですね。もうベストなんてあっという間にできます。端処理が不要なので、裾も切りっぱなしだし、袖も襟ぐりも切りっぱなしに作ってます。で、肩はボタンがついてるんですけど、これは飾りリボンでただついてるだけなので、空きも作ってないですね。肩と脇を縫うだけでささっと完成したベストなんですが、あったかいのでよく着てます。で、この息子が着ているブラウスの袖もメルトンフリース。袖だけメルトンフリースですね。息子は本当に暑がりなので、真冬でも雪が降っても半袖で出かけようとする子なので、せめてね、ちょっとでも暖かくしようということで、冬の半袖ブラウスの袖はこうやって暖かい袖をよくつけてました。日頃と素材が違っても結構マッチしていい感じに馴染みますよね。メルトンフリースでポケットもつけてます。メルトンフリースは分厚いので来るときはね、こうやって毛布みたいに届きます。触り心地もとってもいいです。今これ作ってるのは着ぐるみなんですけど、メルトンフリースでディズニーシーに行くときに着るダッフィーとシェリーメイの着ぐるみもメルトンフリースで作りました。胴体は茶色いメルトンフリースで、目と鼻の部分の白は白いメルトンフリースですね。ニット素材なんですが、普通の家庭用ミシンで縫っちゃってます。こんな感じで着ぐるみも作れました。冬には欠かせない生地です。続いてはチェック&ストライプさんのコットンホリデーです。この生地もね、よく使うんですが、私はジャケットだとかボトムスによく使ってます。で、お店の説明文読んでみますと、目がぐっと詰まっていて丈夫な布ですが、普通地ぐらいの厚みなので軽やかさがありますってことなんですが、本当にその通りで、扱いやすくって初心者さんでも縫いやすい生地だと思います。
ジャケット、スカート、あとカバンとかにもよく使ってたりします。こないだ息子のジャック・スパローのベストをパッチワーク継ぎはぎで作ったんですが、その継ぎはぎのはぎれの中にこのコットンホリデーも結構入っていて、扱いやすくて、私は春夏秋冬結構いつでも使ってる生地かなって思います。コットンホリデーで作ったジャケットがこんな感じです。私の手持ちの服ともとてもよく合って着やすくて、何回も何回も着ています。このタイトスカートもコットンホリデーで作りました。薄手でパリッとサラッとしてるので、こういうタイトスカートでもお尻のラインを拾っちゃうこともなくって、こういうタイトスカートでもパンツでもおすすめですね。これは長女にパンツをコットンホリデーで縫ったんですけど、今はね、もう小さくなってしまって息子が履いています。ギャザースカートもコットンホリデーで作ったんですが、ジャケットもコットンホリデーで合わせて着るとセットアップみたいになって素敵ですよね。続いて紹介するのがアップハウスさんの段ボールニットです。今この映像で息子が着ているのが段ボールニットですね。よくトレーナーとかで見かけるようなスウェットみたいな感じの生地で、これは息子が履いているのが段ボールニットです。私がよくこの赤いカーディガンを着てるんですけど、これも段ボールニットで縫いました。YouTube を始める前にほとんど縫っちゃってるので、制作している動画はないんですけど、この赤いカーディガンは本当に洋裁始めたての頃に作ったので、縫い目も汚いし出来が悪いんですけど、すごく着やすくてよく着てます。敏感肌なのでチクチクするのが本当に苦手で、こういうチクチクしなくて分厚くってちょっと保温性があるような生地が大活躍するんですよね。で、この段ボールニットはそんなに伸びないので、家庭用のミシンでもすごく縫いやすいです。不白の生地のようにサクサク縫えてしまいます。すごく気持ちがいい着心地です。で、この段ボールニットで娘のジャケットも縫いました。色もね、すごく品があっていい色なので、こうやってジャケットにしてもとっても可愛いんですよね。同じ色で息子が小さい時に結婚式に出席するために上下セットアップでジャケットとズボンをこの色で作ったことがあるんですが、段ボールニットとは思えないぐらい品がある仕上がりになりました。今息子が着てるこのブラウスも段ボールニットのね、余り布で継ぎはぎしながら作ったんですけど、なかなか可愛いですよね。続いて紹介するのはチェック&ストライプさんのコットンパピエです。このね、生地すごく面白いんですよね。これ実際触ってみないと分かってもらえないかもしれないんですけど、なんかパリパリ、コワコワ、ホリホリみたいな、なんて言えばいいかわからないんですけど、すごく薄手でサラサラしてさっぱりしてる生地ですね。すごく目が詰まってて丈夫でもあります。このコットンパピエって私はよくジャケットを縫うんですが、シャツ1枚羽織りたいなっていう気候の時にぴったりなんですね。これは黒のチェックのコットンパピエで作ったジャケット。さっきの段ボールニットでもそうなんですが、こういうカジュアルっぽい着やすい生地をあえてジャケットにしてかっちり縫って、でも着心地はカジュアルに
着やすい、動きやすいっていう服を作るのが好きです。で、できたジャケットがこちらですね。ジャケットなんですけど、コットンなのでもちろんジャブジャブ洗えるし、着やすいし、アメリカで着ててもよくね、道行く人に褒めていただける I love your jacket ってすごく言ってもらえるんですね。ありがとうございます。コットンパピエのもう一ついいところは見てわかると思うんですが、色の発色がすごくいいんですね。いろんな色を買ったんですけど、こういう緑もそうだし、さっきの赤いストライプもそうですし、全色揃えたくなってしまうぐらい大好きな生地です。ただちょっと透けやすいので、ボトムスを作るときは、これはスカートを作ったんですけど、裏地をつけてます。でもパリパリサラサラ気持ちがいいので、夏に履いても気持ちいいです。私とお揃いで長女にもスカートを作りました。今はだいぶ小さくなってしまったんですけど、今でもこれ履いてますね。ゴムギャザースカートのメリットですよね。長く着られるっていう。デメリットを言うと、目が詰まっているので、間違えて縫っちゃってリッパーでほどいたりすると、その縫い目の跡がくっきり残るっていう感じですね。全然気にせず着ちゃってるんですけど、洗っていくうちに全然気にならなくなるんですが、縫っててもこうボソン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 っていう感じで穴が開いていくっていうのがわかるぐらい目が詰まってます。でもその代わり丈夫なので、サイズを大きすぎて作っちゃったブラウスを私はバッグにリメイクしたんですが、このバッグもすごく使いやすくって、薄いので畳んでもカバンの中に入れてもかさばらないし、でも実際にこうやって使うときは丈夫でいっぱい入るので、バッグ作るのもエコバッグ作るのもすごくおすすめです。最後にご紹介するのはチェック&ストライプさんの天使の理念です。ついこの間あげた日本一時帰国での購入品紹介の動画の中でもちらっとご紹介したと思うんですが、この天使の理念は暑い夏にうってつけの生地かと思います。汗をかいてもすぐ乾くし、リネンなので丈夫だし、何よりとても涼しいです。このチェック&ストライプさんの天使のリネン、色が本当に綺麗で、ツヤもあって、で何より一番なのがチクチクしないところですね。子供たちも大好きな生地です。これは次女長女お揃いで作ったブラウス。薄手なのでこうやって綺麗にギャザーも出ます。洋裁やらない方からもこの生地すごくいいねって言われるぐらい、誰が見てもいい生地だなーってパッと見で思える生地ですよね。これは長女が着ているのが天使の理念。くたくたに柔らかくなって着ていくうちにどんどん着心地が良くなっていく感じです。で、これは割と最近長女に塗った赤い天使のリネンで作ったブラウスですね。長女もだいぶ成長して大きくなったので、もう大人の型紙でブラウスを作りました。針も適度にあるので、こういうパフパフしたギャザーいっぱいのブラウスもとっても綺麗にシルエットが出ます。リネンシワになりやすいって言うんですけど、洗濯してハンガーにかけておけばそんなに気にならず、私たちは着ています。こんな感じでした。はい。ということで、いかがでしたでしょうか？気になる記事はありましたか？今、私の記事の棚には今日紹介した記事たちは全部ストックして置いてあります。
アメリカに来る前にも日本で今日紹介した生地たちは全部買っておいてアメリカに持ってきました。今日ご紹介した生地はほとんど日本で作られている生地なんですが、いくつか海外でも購入可能な生地もありますので、海外の視聴者の方もぜひ気になる方はチェックしてみてください。あと、インスタグラム、私のインスタグラムの方でも私が作ったお洋服、どんな生地を使ったか、どんな型紙を使ったか、アレンジはどこをどうしたかなど詳しく記載しています。絵日記も書いていたりするので、気になる方はぜひインスタグラムの方にも遊びに来てください。だんだん寒くなってきましたが、皆さん、編み物されてますか？縫ってますか？私もね、編み物したいなーって思ってるんですけど、縫わなきゃいけないものがちょっと溜まっていて、なかなか編み物まで手が届かないんですけど、徐々に徐々にやっていきたいな。編みたいものはあるんですけど、はい、なかなか編み物までいけてません。はい。まあ、風邪をひかないように編み物も縫い物も楽しんでいきたいですね。はい。ということで、今回は生地の紹介でした。また来週動画でお会いしましょう。さようなら。